おはようございます。今日は米沢の Airbnb から新潟のフェリー乗り場へ向かい、敦賀行きのフェリーに乗船です。宿の Airbnb は古民家を改造した保育園で宿泊にも利用できるようにされています。この日は土日だったので、小学生の子どもたちのテントでの宿泊体験をしていました。ツリーハウスがあると聞いたので、裏庭に回り見学させていただきました。スタッフの方の手作りだそうです。木でできている温かみのある遊具です。傍らには木の枝からブランコが吊り下げられています。絵本に出てきそうな風景で見ているだけで楽しげです。子供連れで宿泊も受け付けているそうなので、興味のある方はぜひ訪れてみてください。概要欄にリンクをつけておきますね。園長さんと少しお話をして、僕が福島原発を訪ねてその帰りであることをお話しすると、実はこちらの保育園も元は福島市内にあったのが、原発事故の影響で園庭が使えなくなり、こちらに引っ越ししてこられたとのことでした。ここまで来て原発事故で大きな影響を受けられた方とお会いするとは思いませんでした。道の駅飯出に到着しました。牛さんがお出迎えしてくれました。飯出町は米沢牛の里でもあるらしいです。朝食に芋煮をいただきました。大きな鍋でぐつぐつと美味しそうです。芋煮を食べたのは初めてだったのですが、関西でいう豚汁に里芋が入ったようなもののようで非常に美味しかったです。豚汁にしても芋煮にしても、こういった大きな鍋で作ったものは美味しいですよね。600円で最初は少し高いかなと思いましたが、量が多くって大満足でした。このままお昼ご飯はいらないくらいです。テレビで芋煮会をしている河川敷の風景を時々目にしますよね。確かにこれをいただきながら河川敷でビールを飲んだら最高だろうと思いました。しばらく進むと道の駅小国に到着しました。駐車場に進むと日本一周の看板を掲げ、株にまたがったライダーさんがいたので声をかけようとしたのですが、ちょうど出発しようとしていたようで、軽く会釈をしてそのまま立ち去って行かれました。お話聞きたかったんですけどもね。
こちらの道の駅にも同じく芋煮があったのですが、その横には熊汁なるものがありました。国産熊肉使用、数量限定の文字がさらにそそりますが、さっきの芋煮でお腹いっぱいで何も食べられなかったです。あと玉こんにゃくなど美味しそうなものがたくさんあったのに何も食べられなくて非常に残念。わらビーマンなるユニークなご当地キャラもありました。今回の旅でふと疑問に思ったのが、宮城はそうでもなかったと思うのですが、新潟や山形などの信号は多くが縦型になっています。調べてみたのですが、どうも横型の場合は雪が積もるので、雪が積もって機能が低下しないように縦型になっているらしいです。そういえば同じ福島県でも太平洋側の信号は横型が多かったような気がします。新潟市内に到着です。阿賀野川を渡ります。2日目に福島へ向かうときにこの川沿いの国道を遡っていきました。フェリー乗船前にこの旅で4度目の給油をしました。181キロ走行で 2.78 リットル給油で 65.1 キロメートルパーリッターでした。かなり良かったです。新潟のフェリー乗り場に到着です。出発は4時半ですが、2時前に到着したのでバイクでは一番乗りで少し時間を持てましてしまいました。船は来る時と同じライラックです。壁に向かってまっすぐ入っていただいて。部屋は往路よりも一つグレードを上げてツーリスト S クラスにしました。少し空間にゆとりがあり、ゆったりと一夜を過ごせました。いよいよ出発です。新潟港には海上保安庁の巡視船が停泊していました。かっこいいですよね。夕方には浴場で窓から海を眺め、ゆっくりと湯船に浸かり、贅沢な時間を過ごしました。入浴後ビールを飲み、ほろ酔い加減で見る海の黄昏は最高でした。敦賀へは明日の朝5時半に到着予定で、下船してから50キロほどの高島市が今回の旅のゴールです。おやすみなさい。